ちは。今日は 50A のステンレスのパイプのフランジを溶接していきます。今回使用するパイプは板厚が 4mm で、引き代の方がだいたい 7mm ぐらいで溶接をしていきます。で、今回このフランジは脚長検査、喉圧検査、PT 検査があるので、外側は2層でいってちょっと丁寧に溶接をしていきたいと思います。このように引き代は 7mm ぐらいで溶接をしていきます。で、僕は 10mm 以下の引き代の場合はだいたいストレートで溶接をして、引き代が 10mm 以上ある場合はローリングをして溶接をしています。で、今回使用するノズルが7番で、タングステンの長さがだいたい 8mm ぐらいで溶接をしていきます。それではまず内側の溶接を見ていきましょう。今回電流が 180A で棒は 2.4mm を使用していきます。で、今の動画のように電流が高いのでプールがすぐに広がるので、フランジの手前 1mm ぐらいを残すようなイメージで、プールが広がったら棒をちょんと入れる、プールが広がったら棒をちょんと入れるというのをなるべく一定のピッチを保ちながら動画のように溶接をしていってみてください。引き代が 10mm 以下なのに無駄にローリングをすると遅くなってしまったり、ローリングもしづらいと思うので、 10mm 以下だとこのようにストレートでやるのを僕はおすすめします。よければこの動画を参考にしてみてください。この時に注意してほしいのが、フランジの当たり面にプールなどは飛び出さないように注意をしてください。電流が高いのであまり遅すぎたりしてしまうとプールが当たり面にはみ出てしまいます。これがフランジの内側を終えたビード外観です。今のやり方ですと速いペースで一定のピッチを保てたので、ある程度綺麗な焼け色をして綺麗な一定のピッチの鱗が保たれているのがわかると思います。このようにだいたいフランジの手前 1mm ぐらいを残して溶接をしてください。で、今ターンテーブルもパイプも横を向いた状態だと思うんですけど、フランジの外側を溶接する時もこの横向けた状態のままで溶接をしていってください。なぜかと言いますと、フランジの外側をやるたびに毎回ターンテーブルを立てていると時間の無駄にもなりますので、この体勢でできればやってみてください。で、隅肉溶接をする場合はタングステンはこの一番隅の部分を狙って溶かして溶接をしたいので、短めではなくある程度奥に届くぐらいの長さで調節して溶接をしてください。今のこの短さだと一番隅の部分にタングステンが届いてないのがわかると思うのですが、表面を溶かしてしまうと溶接がしづらくなったりビード外観も悪くなってしまいます。なのでこれが今 8mm なんですけど、だいたいこのぐらい長さを出せば奥を狙って奥を溶かすことができるので、この長さぐらいに調節して溶接をしていってください。 6mm などでもトーチの角度を立てればフランジの奥を溶かすことはできるので、自分の好きな角度で奥に届くタングステンの長さを調節して溶接をしてください。それではまず外側の1層目の溶接を見ていきましょう。電流は 160A に落として溶接をしていきます。で、まず2層で仕上げる時の1層目の溶接方法なんですが、2層目の高さ、喉圧ですね、喉圧の高さを出すための溶接なので綺麗にする必要もないですし、この隅の部分を埋めるイメージでなるべく素早く小刻みにローリングをして溶接をしていってください。この1層目を細く入れることをするだけで2層目の高さが出しやすかったり喉圧不足も起こりにくいので溶接がしやすいです。あとビード外観なんかも一発で行こうとしてしまうと棒をたくさん入れないといけなかったりするので、ビード外観は2層で行く方がとても綺麗です。2層で行く場合だと2層目は棒をほとんど送らなくてもいいので、その分溶接ビートが綺麗になりやすいです。で、今回 PT 検査があるのですが、クレーターの部分をよくグラインダー等でちょんとする人がいるのですが、クレーター処理をしていれば僕はあれしたことないんですけど、一応 PT 検査は引っかかったことがないです。喉圧が何かわからないという人もいたので、後で少しちょっと喉圧の説明もしたいと思います。もうすぐ1層目が巻き終わるのですが、溶接棒が結構長さがまだあったので、そのまま2層目を溶接していきます。1層目で一番隅の部分を埋めたおかげで、2層目はもうほとんど棒は送っていない状態で今溶接をしていってます。で、フランジや横付けをやるときなんですが、僕はプールの少し上側に溶接棒を入れるようにしています。で、その理由はと言いますと、プールは重力でどうしても垂れてしまうので、上に棒を入れて下になじませるといった感じで僕は溶接をしていってます。
進行方法なんですが、今のように一定の進み幅でなるべく幅をしっかりと揃えるのをイメージしながらゆっくりローリングをしていくと綺麗に揃いやすいです。2層目の溶接で意識しているのはプールの少し上に棒を入れるということと、1層目の幅起こしつけたい脚長を意識しながら溶接をしていくということです。このフランジの規定ですとだいたい 5.6mm ぐらいの脚長が必要だったので、僕は少し越して 6mm ぐらいの脚長を今つけていってます。なるべく付け合わせ溶接や墨肉溶接でも同じなのですが、アーク長はなるべく一定を保ちながらこのように溶接をしていってください。アーク長が離れてしまうと棒が途切れる原因になったり、焼け色などがあまり安定しなかったり、棒が外れたことによりプールがデコボコになってしまい、ビード外観が結構悪くなってしまいます。やはりアーク長が保たれているとガスの当たりもずっと一定なので均一した焼け色になりやすいのでいいと思います。もう少しで2層目の溶接が終わるのでしばらく見ていきましょう。今1層目から2層目まで一気に溶接をしたのですが、この今のビードが1層目を終えたビード外観です。で、1層目のローリングスピードは今の動画のようなスピードを真似してもらえるといいかなと思います。小さく速くローリングするようなイメージで溶接をしていってます。で、これが2層目まで終えたビード外観です。アーク長や溶接スピード、それとピッチなどがずっと一定に保たれていたので、溶接の焼け自体も同じ色をしていると思います。これですと水色と金が混ざったような色が一周続いています。ビードの高さやピッチ、それとこの焼け色なんかはなるべく均一化されている方が綺麗に見えると思います。で、2層目のローリング方法がこのような動きで溶接をしました。見てわかると思いますが、ほとんど8の字は描かずにもう上下上下にこのように動かして僕はローリングをいつもしています。このように上下にアーク長を一定を保ちながら溶接をしていってみてください。棒もプールの常に上に入れていたのでプール自体に垂れもなく、ある程度高さの揃った綺麗なビードがついていると思います。棒を上の方に入れたのと2層で仕上げたということでちゃんとノダーツ検査も通りました。遠目で見てみるとこのような感じで僕は動かして溶接をしています。一つ進んだらターンテーブルを少し回す、一つ進んだらターンテーブルを少し回すというのを僕は繰り返して溶接をしていってます。このビードがつけたい方などはこのような動きを真似してもらうと同じような見た目になりやすいかなと思います。ターンテーブル横向きがやりづらい方は立てた状態で同じような動きをしてみてください。で、先ほどは2層目を荒く進行したのですが、細かくいった動画も見たいという声があったのでちょっと細かくいった方の動画も見せたいと思います。先ほどよりもローリングスピードが速くなったのがわかると思います。ローリングスピードを速くすると細かくいきやすく、ゆっくりすると荒くいきやすいので今回細かくつけているのでローリングスピードを少し速めています。荒くいきたいけどもっと速く動かしたいという方はだいたい電流を20ぐらい上げた状態で溶接をしてみてください。そうすれば多分もう少し早くいけると思うのでやりやすいかなと思います。荒くいっても細かくいってもなんですが、ビードとビードさえちゃんとつながっていれば PT 検査などはどちらも問題がないので、好きな方のビード外観の溶接方法で溶接をしてみるといいかなと思います。ちなみにこちらの方がローリングスピードは速いのですが、一周巻くスピードはどちらもほとんど変わりはなかったです。なので振りやすい方法や見た目の好みなどで自分の好きなビードをつけてもらえるといいかなと思います。で、普段あまり焼かないように気をつけているコツとしましては、今上のフランジ側の時が少し遅く、下のパイプをローリングする時はスピードが速いと思うのですが、これは板厚の薄い方に熱をかけないように溶接をしているからです。なのでターンテーブルを立てて溶接したい方は上側がパイプ、下側がフランジになると思うので、
板厚の薄い上側のパイプの方を通るスピードを速くして、フランジ側をゆっくり進行していくといいと思います。薄い方をなるべく焼かないようにするというのを意識してみると、焼け色にこだわりたい方は綺麗な色になりやすいと思います。こちらが細かくいった方のビード外観です。どちらも焼け色の方は上半分が水色で下半分が金色というような同じような見た目の焼け色になりました。やはり見た目の方は細かい方が目の詰まったような感じをしていて、ビード自体は見た目は好みかなと思います。今回のフランジは僕的にはこの細かい方が好きなんですが、皆さんはどちらが綺麗と思いますか？どちらがいいかなど意見を聞けれたら嬉しいです。で、これが2つのやり方でのビードを並べた外観なんですが、こちらが粗くいった方のビード外観です。しっかりと大きい鱗がついていたのがわかると思います。で、こちらが細かい方のビード外観です。やはり粗い方よりは鱗が小さく目の詰まったようなビード外観をしていると思います。もう焼け色やスピードにも違いがないので、好きな方のビード外観の電流や手の動かし方などを真似して溶接をしてみてください。で、少し見えづらいんですが、これが最初の方に説明していた喉圧の話です。1番の1層の場合だと喉圧がなだらかになっているのがわかると思うんですが、これだと喉圧がだいたい3ミリぐらいになっていたりして喉圧不足になっています。2番の2層の場合を見てみると、下に1層敷いていることにより喉圧が5ミリ5ミリ5ミリで全部が均等になっているのがわかると思います。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また近々動画上げますので、よければ見てみてください。あと概要欄の方もよければ見てみてください。で、コメントなどやリクエストなどもあればコメント欄の方に記入お願いします。それでは今日もありがとうございました。